田原は考えていた。先日の川上の話の中には、残念ながら犯人にたどり着く糸口は、特に出てこなかった。吉岡が田原に言った。壁に、被害者の血で。こいつを、食ってやったぜ。と、書いてあった。あれは本当ですかね。俺にはわからん。と、田原は言った。でも、もしあれが、嘘だとしたら。なんでそんな嘘をつく？誰かを脅すため。ということになりますね。その通りだ。だが犯人は、どこの誰を脅したいんだ？俺たちを脅したいのか？俺たちを怖がらせて。怖がっている俺たちから。自分が逃げることを。楽しみたいのか？あるいは、怖がらせたい奴が。他にいるのか？だとしたら、そいつは、どこの誰だ？田原は先日の川上の言葉を、思い出した。もしかしたらそれは、一人じゃ済まないかも。そうならないことを願うがね。田原は吉岡に言った。もしかしたら、犯人は、これで済んだと思うなよ。と、言っているのかもな。犯人の目的は、一体何だ？金が目的じゃない。考えられるのは、被害者に対する恨み。あるいは、犯罪そのものを、楽しむ愉快犯。あるいは、他人を殺すことを楽しむ。快楽殺人。もし快楽殺人だとしたら、犯人は他人の肉を食うってことを、楽しむことができるやつなのかも。人間が人間の肉を食う。そんなことが本当にあるのか？今、お前も俺もそう思っている。俺たちの知っている世界で、そんなことをする奴がいないからだ。でも世の中には、俺たちの知らない世界もある。俺たちには理解できない世界。そしてそんな世界も、もしかしたら、どこかで、俺たちの世界とつながっている。本当ですかね？人間を人間が食ったなんて。吉岡が再び言った。田原は答えた。
わからん。でも本当かもしれない。鑑識の連中も言っていた。被害者の死体のあちこちに止血がしてある。動物の肉を腐らせない方法の一つは、その動物を生かしておくことだ。そう言っていた。想像してみろ。自分の体の一部が切り取られる。恐ろしい激痛だ。そして犯人は、その切り取った肉を、フライパンで焼いて食べる。被害者はまだ生きている。恐ろしい激痛を感じているかもしれないが、まだ生きてるんだ。その目の前で、犯人は、焼いた被害者の肉を食べる。被害者には、逃げられる見込みはない。自分の肉を犯人が食べるたびに、自分の命が削り取られていく。被害者はそう感じたんじゃないか。激痛、恐怖、絶望。人間っていうのは、苦痛を感じれば感じるほど、その苦痛が、激しければ激しいほど、その苦痛から逃れたいと強く望む。犯人が被害者の肉を一口食べるたびに、その望みは無残に打ち砕かれていく。そんな時間が何時間も、もしかしたら何日も続いたのかもしれない。犯人はそれを楽しんだのかも。そういうやつが、今度の俺たちの相手だとしたら、お前、やれるか。田原さんはどうなんです。俺はやる。それなら、俺もやります。そうか、と、田原は言った。田原の携帯に電話があった。田原の知らない。初めての相手だった。田原は電話に出た。電話の相手が言った。私は長岡と申します。私は刑事でしたが、5年ほど前、定年退職しました。私は、今あなたが、人間の肉を食べる男を追っている。と、聞いています。昔、現役時代。私も、人間の肉を食べる男を、追ったことがある。
私には捕まえられませんでしたがね。そのことをあなたにお話ししたい。人間の肉を食べる人間など、そうそういるもんじゃない。もしかしたら、同一人物の可能性がある。長岡の話はこうだった。10年ほど前、東京で、ヤクザ組織の勢力争いが起こった。山下組と粟田会という。東京では巨大な勢力を誇った。ヤクザ組織の抗争だ。山下組は、粟田会の幹部の一人を狙うために、殺しを生業とする男。つまり殺し屋を雇った。しかし自分が、殺し屋に狙われていることを知った。粟田会の幹部は身を隠し、粟田会は殺し屋に罠を仕掛けた。粟田会は殺し屋に偽情報をつかませることに成功した。粟田会の幹部は地方の住宅街の一軒家に身を隠したことになっていたが、一軒家にいたのは幹部のふりをしたおとりと護衛のふりをした若い者4人だった。殺し屋が一軒家に侵入したとき、その一軒家の外は粟田会の組員に取り囲まれていた。地方の住宅街の一軒家にその殺し屋は追い詰められた。しかし家を取り囲んだ粟田会の組員がその一軒家に侵入したとき、護衛のふりをした。粟田会の若い者は4人とも殺されていた。4人ともナイフで喉を切られていた。ナイフで喉を切られると声を出せなくなる。そして呼吸もできなくなり、やがて窒息死する。ナイフで喉を切れば声を出させず、人に気づかれずに、標的を殺すことができる。うまいやり方だった。しかし、おとりと殺し屋の姿がない。粟田会の組員は、その一軒家に数日間居座って、探し続けたが、おとりと殺し屋は見つからなかった。2週間後、その一軒家から、異臭が出始めた。おとりの男の死体が、その一軒家の床下で、腐り始めていた。
殺し屋はまず、おとりの男の喉に、外側から強い衝撃を与え、声帯を潰して、声を出せなくする。そしておとりの男を、がんじがらめに縛り上げる。殺し屋は畳をめくって、その下の床板に穴を開け、床下に潜り込む。そして声と体の自由を奪った。おとりの男を床下に引っ張り込む。畳の裏側に刃物で穴を開け、その穴に紐を通し、その紐を下から引っ張れば、床下から畳の位置を元に戻せる。位置に異常のない畳の下に、何かあると考えた人間は、その時の粟田会の連中の中には、いなかった。粟田会の連中は、殺し屋は逃げたと思った。でも実はそうじゃない。殺し屋は床下にずっと隠れていた。そしてその間、おとりの男に生き地獄を味合わせていた。その殺し屋は、生かしたままおとりの男の生肉を食い、血をすすって、数日間、飢えをしのいだ。おとりの男が死んでしまったら、肉が腐り出し、食べられなくなる。だからおとりの男は何日か、生かしておかれた。出血多量で死なないように。簡単な止血までしてあった。再生リスト22に続きます。